やっほー、セイラです。今日はパリでも人気のマレ地区で過ごした週末の Vlog です。今日もパリジャンはこんな風にセーヌ川沿いに本当に永遠とみんな並んでピクニックしてますね。どこでもなんか何も持たずにそのままピクニックしてるっていう感じです。マルシェでお買い物してたら、なんかお惣菜屋さんのおじちゃんがちょっとここにおいでみたいな言ってて、でなんか大丈夫大丈夫ってずっと言ってたんだけど、なんか味見させてくれるよみたいな感じの雰囲気だったから、じゃあ一口だけねって言ってないけどなんか味見させてもらったら、なんかその後もずっとフランス語で喋ってて全然何言ってるか分かんなかったんだけど、なんかくれましたなんか今考えると華道みたいに言ってたんだよね。だから華道がおもちゃだと覚えてたんだけど、検索したらギフトって出てきたからプレゼントだったみたいですっていう。マルシェはめちゃくちゃ実践編で、よくも悪くもめっちゃフランス語で喋りかけてくれるから全然意味わかんないんだけど、まだそうでもなんかいろんな言葉を毎回覚えられるから楽しいっていう感じです。マレは個人的なイメージで言うと、東京でいう代官山みたいな感じで、おしゃれなお店やセレクトショップがいっぱい。同時にゲイ地区としても有名で、レインボーフラッグを掲げたレストランがたくさんあります。大学の同期でイタリアに駐在中の友人が来ていたので、パリジャンにも人気のシェジャヌーに来てみました。Google マップで朝8時からって書かれてたんですけど、もしかしたらモーニングやってたかもしれないんですけど、12時から営業だよっていう風に言われたので要注意です。で、本当は予約した方がいいみたいで、予約してきてる人もたくさんいました。この日はたまたま並んでみたら入れたって感じです。着いたのが11時半ぐらいなのでこんな感じだったんですけど、すぐにわんさか人が出てきてこんな感じになったので予約必須ですね。テラスの緑のひさしとテーブルクロスもグリーンで可愛いですよね。カクテルが置いてなかったのでオレンジジュースを頼みました。Can I have another beer, please? Do you have a bigger size? No, Okay, I'll sorry. take this. Wow. すごいグレープフルーツだ。美味しマジそこういうのフランスだよね。うね。すごくない？アボカドのタルタル美味しそう。本当だね、グレープフルーツだもあり、トマトだと思って思い込んで見てた違ったわ。まあ、こんなでっかいトマトあるわ。はい、美味しそう。来て。はい。適当にいいよいいよ。うわいいね、美味しすごそう。い。アスパラのリゾットとフィレを頼みました。美味しかったです。アスパラのリゾットがすごい美味しかったかな。店内の席もあって、壁一面にイラストがあったりしておしゃれな感じ。ショップカードのデザインもすごい可愛いなと思いました。チョコムースが人気みたいなので、今度はデザートまで食べたいです。すぐ近くのボージュ広場にやってきました。こちらは1612年にアンリ4世によって作られたパリ最古の広場で、木々と赤レンガの邸宅が立ち並ぶ素敵な公園です。ヨーロッパならではだと思うんですけど、すごいみんな日光浴というか、もうほぼ日サロみたいな感じで並んで焼いてたりしますね。男性は半裸になってる方も多いです。ヨーロッパの冬は暗くて長いので、夏になるとみんなこんな感じで、もう今だという感じで外に出て日光浴をしてます。そしてその後向かっているのはカルナバレ美術館。イエーイ。手荷物チェックの後にロッカーもありました。
エントランスホールにはその昔パリを彩った看板の数々。パリには無料で入れる美術館もあって、そのうちの一つです。こちらの美術館はマレ地区の中央に位置します。パリの歴史を学ぶことができる博物館です。ルネサンス期に作られた貴重な邸宅で、2016年からの大掛かりな改修工事を経て2021年に再オープンしました。コレクションは60点以上もあるそうで、常設展は無料で見ることができました。特別展は期間限定で行われていて有料みたいなので、見たい方はチケットを購入するのがおすすめです。これは完全なる裏話なんですけれども、一部の美術館はトイレが有料だったりするんですけど、こちらの美術館は無料で使いました。そもそも無料で入れるのに中のトイレも無料だったので、パリはねトイレが有料なのでおすすめですっていうのと、あとはこういう美術館とか教会とかっていう場所は比較的ひんやりしていたりするので、夏のパリ旅行には意外と涼んだりする場所としてもおすすめだったりします。はい。美術館はお土産も可愛いですよね。こういうエッフェル塔のスノードームとか、このパリのフラッグとか、これなんて言うんですかね、この刺繍のようなデザインもすごく可愛いなと思いました。これは飾られてたパリの昔の看板のようなデザインですかね。パリはストリート名でよく会話をしたりするので、この名前が書かれた道路の標識のマグネットもすごく可愛いですよね。そして中庭にやってきました。中庭にはテラスレストランファビュラがあります。毎年テーマを設けていろんなシーンで楽しめるようになっているみたいです。今年はフランス人らしいテーマで、地元の食材とかサステナブルということをテーマにしているみたいですね。この中庭だけでも入れるようになってました。Do you still have this cookie, Nani? What? Cookie. Do you still have this? The cookie? Yes. Sure. Okay. And then I'm gonna have these cookies and fresh juice. That will be it. Yes. Non, c'est pour que moi, Thank you. Should I? Ticket? Thank you. Merci. We have only seat at the outside. This is 11.50. ということでちょっと無料で入れる美術館に来たんだけど、このクッキーが5ユーロで高かったなんかたくさんクッキーもらえると思ったら1個だけだった。このね、外でこれをやる度胸というものが、もうさ、一人だからやるしかないんだよねっていう感じで、
なんかお題について5分ぐらい話したいなっていうふうに思っております。今日来たのは、名前なんだったかな、カルナーバレっていう美術館で、マレの方にある美術館で無料で入れるところに来てみました。インスタのストーリーズで答えられる質問を答えてるんですけど、動画で喋った方が良さそうだなっていう質問は動画で喋りたいなと思ってて、質問がいただいてた内容が、ご質問ありがとうございます。長年セイラさんに憧れています。いつかは自分で事業を持ちたいと思いながら勇気が出ません。っていうようなご質問をいただいてるんですけど、私が仕事をする上で大事だなと思ってることが、どういう仕事をするかっていうことと、どこで働くかと、どんな人と働くかっていうことが、私はその仕事の形式だけとか業種とかだけじゃなくて大事だなっていうふうに思っていて、その事業をしたいっていうところも、なんで自分が事業をしたいと思うのか、例えば何か新しい価値を世の中に生み出したいっていうふうに思うのか、例えば働き方をもう少し選びたいっていう風な感じなのかとかによっても選択って結構変わってくるかなっていうふうに思ってて、で私の場合は好きな時に好きな場所に行きたいじゃないですけど、当時私は会社員の時におじいちゃんが高齢で出身が沖縄なので、東京で働いてる時に沖縄にいるおじいちゃんに何回会えるか分からないって考えると、もっとその働く場所を自由に選べたらいいのにっていうふうに思ったりしてました。それはじゃあ働く場所を選ぶ代わりに仕事を選べないようにするんじゃなくて、その両立っていうのが大事だなっていうふうに思ってたので、それが両立できる形とかを探すと、例えばフリーランスだったり自営業みたいな形になったとか、あとはその一度きりの人生だからちょっと気が合わない人となんかそのストレスをためながら働くよりも、自分が心地よくいられる相手と一緒に働きたいなっていうふうに思ったりしてたので、なんかそういうふうに自分にとってその場所と仕事の内容と人とかを考えた時に何が譲れないかとかっていうことを考えてみるといいのかなと思います。で、もう一つご質問来てました。はい、ご質問で、英語だけでパリで仕事を探すのは難しいですか？また、そこそこいい暮らしをするために望ましい月給はいくらですかっていう感じだと思うんですけど、英語で仕事をまで探したことがないので、具体的なことはお答えできないんですが、でもその、パリの中でも外資系みたいなところとかであれば、多分英語で就職するっていうことはできると思うんですけど、基本的にやっぱりフランスの会社で働くにはフランス語が重要かなっていうふうに思ってて、ちょっとその辺をまたね、外資でお仕事をされてる方とかに話を聞いてみてもいいのかなっていうふうに思います。はい。で、その上で、望ましい暮らし、いい暮らしをするにはっていうところなんですけど、私もそれこそ最近 TikTok とかで流行ってる、なんか突然出会って、家賃いくらのところに住んでますかみたいな人とかを見ると、一人暮らしとかだったら、ある程度、1000ユーロくらい、日本円にしちゃうと15万ぐらいになっちゃうんだけど、1000ユーロぐらいあれば、結構その住む場所とかは、ある程度のところに住めそうだし、あとはどのぐらい外食したいかにもよるんですけど、私の場合はそんなにたくさん外食したいっていう派でもないので、胃が疲れちゃうから、だから、まあ、ぼちぼち外食しながら、っていう感じの暮らしで良いのであれば、日本の例えば新卒だとちょっと少ないかもね。日本の新卒って20万円ぐらいでしょ？ 30 ぐらいあれば、なんかそれ、ちょっとした軽めの安めの旅行とかに行きながらっていう暮らしは、もしかしたらできるのかなって思いますね。ピンキリだからね、本当にヨーロッパ、パリのさ、なんか5つ星ホテルとか調べてても、なんか今2500ユーロぐらいして、それって日本円にすると3、40万ぐらいするんだよね。だから本当にどういう体験をしたいかによるけど、私の場合はまあ、いつかそういうところにも行ってみたいんですけど、まあ今できる暮らしを今やるっていうのも楽しいかなと思ってやってます。はい、そんな感じで参考になると嬉しいです。そう。もうね、今回一人で来てるので、動画を撮影してくれる人もいないし、
かといって動画を撮らないのは違うから、一人でスマホスタンド立ててスマホに喋りかけてる頭のおかしい人をね、ちょっと隣の視線を感じながらも、他の人が映ってないので大丈夫かなと思って撮影してます。はい。じゃあねー。またねー。最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。セイラのパリ暮らしは続く。